車好きヒラリーチャンネルのヒラリーです。今日は日産のノートオーラ。このオーラに乗って感じた魅力を5選。それから人を選ぶのかなっていうところを3選。あとね、気になる点というのを挙げたいんですけれども、オーラ、クラスの割に高いという点を除くと、そんなね、気になる点もなかったので、あえて言えばというところで、1つ2つ挙げさせていただきたいなと思います。ではまず魅力1つ目、扱いやすいブレーキ。オーラね、ブレーキが扱いやすいです。で、これがハイブリッド車っていうとね、そのブレーキがよくできた車って言っても、何かしら1つ2つはあります。でもオーラはそれがなくて、よくできたガソリン車みたいに扱いやすいブレーキ。ここね、自分すごくいいと思います。例えばその速度調整で使うじわっと踏み込んでいく時の扱いやすさとか、あと停止直前のね、抜いてくるところの扱いやすさ。あとペダルを踏み込んでいく時のね、ペダルの剛性感、ペダルタッチ。この辺もね、もう文句なくてね、扱いやすいブレーキだと思います。で、その理由の一つがメカニズム的にね、協調回生ブレーキが使用されていないというのがあります。ワンペダルなので、アクセルペダルを戻してくる時の回生ブレーキは、駆動モーターがね、逆転する形で回生ブレーキがね、効くと思うんですね。でも、ブレーキペダルによる減速は、通常のブレーキディスクとブレーキパッドがね、擦れる摩擦ブレーキによる減速みたいなんですね。ワンペダルで減速してきて、で、最後ブレーキペダルを踏むところなんかもね、そのつながりもね、よく、当然よく扱えますし、扱いやすいんで扱えますし、これら含めていいです。で、あとね、もう一つ、ブレーキのオートホールドからの発進。これもね、滑らかなんですね。なんでしょう。ワンペダルからブレーキペダルで何事もなかったように止まって、で、今度ね、オートホールドからの発進も、アクセルをふっとね、軽く踏んであげると、スッとね、何事もなかったように出ていく。で、ちょっと車動き出したら、アクセルを踏んでね、加速していけばいいんですけれども、この一連の流れがね、すごく滑らかです。あとはそのまま停止するだけで滑らかに停止してくれます。そしたらここでブレーキペダルをクッと踏み込むとオートホールドが作動します。この状態からの発進も滑らかです。軽くアクセルをポンと押してあげるとスーッと発進しますので、タイヤが少し転がったらアクセルペダルを踏み込んで加速していきます。で、じゃあ続いて魅力2つ目。加速開始時の滑らかさ。自分がいつも使う表現で言うと、じわっとグッと加速します。ハイブリッド車の中でもね、そのモーターが駆動用、エンジンが発電用ということで、もう電気自動車みたいなシステムです。なので加速開始時の加速力は強い。なんだけれども、滑らかにじわっと出ていってくれます。唐突感がないです。で、最初はね、アクセル踏むと、バッテリーによる電力でモーターが駆動する。その後エンジンがかかって、エンジンの電力が乗ってきてね、さらに加速力を増す。で、ここで2段階的にね、ちょっとクッとね、出るような車結構多いです。でもね、オーラ、それがないんですよね。これで言うと、スノーノートはね、そこ少しあるんですけれども、オーラ、これがなくて、踏み始めから、ぐっとね、1秒、2秒加速していく、そのあたりが力強くて滑らか。で、これもう少し具体的に言うと、アクセルをね、バーンと踏んじゃって全開にする場合と、それからじわっと1秒ぐらいかけて全開にする場合、このあたりね、挙動が変わっていきます。まずね、そのバーンと踏んだ場合も車が滑らかにコントロールしてくれてると思うんですね。その唐突感ない加速を始めます。で、じわーっと踏んで全開にするときなんかはね、よりドライバーが加速力をコントロールできる。その加速 G ですね。これのコントロールができて、滑らかさをさらに増せる。このあたりもね、すごいなと思います。魅力3つ目。加速時の姿勢がいいです。先ほどのに続いてね、加速力が強い。踏んだ瞬間の加速力が強くて、アクセルペダルを離した瞬間の減速力も強い。なので、姿勢ね、前後に動きやすいのが普通だと思うんですね。でも、オーラはそこが安定感高くて、安定感って何なのよって、よくわかりにくい言葉だったりしますけれども、ここで言う安定感で言うと、前後の揺れが感じにくいです。車は小さくて、全長短い、ホイールベース短い、加速力が強いというね、悪条件みたいなものは揃っています。揃っているんですけれども、うまくね、コントロールされていて、アクセルね、バーンと踏んで2秒ぐらいしてバーンと離しちゃうような乗り方をしても、全然ね、車の前後の揺れが気にならないです。フロントの伸び縮みが気にならないって言った方がいいかな。これ、2WD のね、前輪駆動モデルでもそうですから、これ、いいですよね。自分が最もすごいなと思ったところです。例えばね、合流とかで、焦ってバーンと踏んだり、バーンと戻したりしなきゃいけない時ってもう必ず出てきます。
出てくるんですけれども、そこで滑らかなんでね。で、自分とか運転してると、その助手席の人のね、首の動きとかね、もう意識しちゃいます。これ癖なんですけれども、そうですね、オーラだったらそういうの気にしなくても、首がね、助手席の方の首がコクンコクン言わないような感じで、前回前編が繰り返されても大丈夫みたいなね、ところがあります。で、じゃあ魅力4つ目。夜間の内装の美しさ。オーラの内装、昼間美しいというようなね、もうどこでも言われています。木目調パネルが本木みたいですとか、質感高いなっていうのはね、もうどこでも言われてる中で、自分はそれにプラスしてね、夜間も美しいというのをね、挙げたいです。まずね、このカーテシーランプ、頭上のランプが、電球の照明なんですね。で、少し黄色っぽい。で、これをカメラに捉えると、夜間ね、このような感じでね、すごく美しいです。木目の反射とか、黒い内装パネルのね、質感との、マッチング、バランス。このあたりすごく良くて、で、助手席前のね、外に広がる造形も美しい。これら合わせてね、ごめんなさい。それにプラスして、メーターのね、バイザーレスの液晶メーターとかの先進的な感覚と、ツイードとか木目調によるね、伝統的な美しさ。これら合わさってね、夜間の質感の高さね、かなり高いなと思います。魅力4つ目。かなり高い静粛性。これもね、静かというのはね、どこでも言われていますから、それにね、ちょっと付け加えながら話していきたいなと思います。B セグメントのコンパクトクラスとしては、ずば抜けて高い静粛性と感じられます。感じるというかね、もうはっきり高いですね。路面からの、低周波、低いゴロゴロとした音とか、ザーザーしたね、そのドアパネルとか、フレーム、その車の金属部分から伝わってくる中音域の音、それからサーとかシャーっていうね、上とか風切り音に関する部分、どこをとってもね、静かです。エンジンノイズもね、音の質こそ気になるところあれど、音量自体は静か。でね、これが、B セグの中ではすごく静か。で、お値段で言うと C セグなんで、C セグと比較しても、静粛性に関してはね、もう全然勝負できるというか、C セグメントの高い方と勝負してもいいんじゃないのかなっていう、400万ぐらいの車と勝負してもいいんじゃないのかなっていうね。これは条件によってといったところで、どういったタイヤを履いてるとか、走ってる場所とかによって変わってくるんですけれども、でもね、そこと勝負できるコンパクトカーっていうのがね、すごいなと思います。で、その理由でね、わかりやすいところで言うと、運転席と助手席のサイドウィンドウは合わせガラスになっていました。それからドアの内張りの中の防音性能。パンパンとね、叩くとパンパンと詰まった音がして響かないです。ドアの鉄板から伝わってくる音ってね、すごく大きいんですけれども、この中がね、しっかり処理されていて好印象。あとね、車内へのエンジン音で言うと、エンジンルームからのね、隙間なんかが、エプソシーラーっていうね、ちょっといい防音材で、しっかりね、細かいところの隙間が埋められている。こういった部分の気配りによってね、実現している静粛性と感じられました。じゃあ、続きましては、人を選ぶであろうところを3つ言っています。人を選ぶであろう3選1つ目。乗り心地の硬さです。これね、そのオーラが、いくらね、足が動いてくれるけど硬いとか、柔らかく感じられるところも硬いとか、いろいろあるんですけれども、特徴としてね、一番として挙げたいのはやっぱり硬いです。そうですね、姿勢制御の安定とかもあるので、お好きな方と好きじゃない方といらっしゃると思います。でも、アクセルを全開にすることなんかないわっていう方からするとね、やっぱり硬いんじゃないかと。なので、人を選ぶといったところはありますかね。で、自分が思うところで言うと、一人乗車の時はね、ちょっと動いてくれるところあるけど、その先大きいうねりとか、突き上げ方向の段差に乗り上げた時に、ぐんぐってくるというような時があってね、胃が揺すられるぐらいの硬さを感じます。でもこれがね、リアシートも硬いんですけれども、4人乗るとね、硬さを感じないぐらいでした。サスペンションの硬さっていうのは、その上の重さに対しての、数値ですから、上が重くなるとサスペンションが柔らかいのと同じになる。ということでね、4人乗ったら硬さを感じないぐらい。でも1人2人だとやっぱり硬さを感じるくらいの印象です。で、人を選ぶであろう2つ目、ハンドルの軽さです。ハンドルね、90度切るぐらいのところまでは、すごく軽いです。なんですけれども、その時にね、トイレの前で、素敵なお姉様が出てきて、目の前でね、
こう顔を合わせてちょっとねドキッとしちゃいました。まあしちゃいますよね、このドキッっていう瞬間。まあなんかこうねときめいちゃいます。でサスペンションは硬い。これら組み合わせてね、ハンドルの切り方によっては唐突なところが出る、クックッと動いちゃうところも出るので、じわっと切ってる部分にはねいいんですけれども、何かしらの時にねとか、あと癖とかでねグッと切っちゃう方ですと同乗者辛いのかなっていうところが出てくるので、人を選ぶであろう場所として挙げさせていただきました。オーラいろんな要素を持ち合わせている車ですので、例えば風雅からの乗り換えでしたらラグジュアリーというかね、ハンドルの軽くてゆったり感っていうのが必要でしょうし、あとスカイラインからの乗り換えでしたら足回りの硬さというのはねある程度必要だろうというところで、それらが合わさることでラグジュアリー感、コンフォート感とスポーティー感っていうのがオーラ両方持ち合わせてると思うんですね。でもそれが乗り方によってはちょっと裏に出ちゃうところもあるので、人を選ぶのかなっていうところです。で3つ目、エンジン音の音質。エンジン音の音量自体は小さいです。でも音質は3気筒エンジンのものなんですね。ゴーゴーザラザラというか、オーラで言うとちょっとガラガラした感じが強いかな。でこれが現代の車で言うとね、もう全然弱点でも何でもないです。もう燃費いい車はね、こんなものっていったところなんですけれども、やっぱりね、10年前で言ったら6気筒エンジンとかのねスカイラインとかが買えた値段の車ですし、あと、今でもねライバル車は4気筒エンジンの車が買える値段です。そこからすると、音質は気になるかもしれない。でも音量的にはそんなに大きくないといったところで、これが気になるか気にならないかというところでね、ちょっと人を選ぶかもしれないといったところです。じゃあ最後、あえて言うと気になった点です。でこれがね、ナビやメーター周辺の光の反射。オーラね、ナビの液晶部の液晶パネルの部分に関してはすごくね反射が抑えられています。もう本当かなりね曇りガラスというかきっちりね反射を抑える処理がされていて、で強いそのバックライトでしっかりメーターの表示をさせるところはすごいんですけれども、その周辺ですね、メインメーターの周りですとかナビモニターの周りの黒い光沢の部分、ここがねちょっと反射が気になります。これが角度的にもしくは視界に近いところにあるんでね、気になるかもしれないんですけれども、目が繊細と自認される方はぜひね日差しが強い日に乗られて確認されたらよろしいかと思います。スノーノートも一緒です。これだけですかね。ということでね、とりあえず以上です。すいません。あとチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。